大塚ひろみで、コーディネーターをやってます。もともとパリをベースにして、ファッションショーや、撮影などコーディネートをしていたんですが、日本で海外の雑誌などの撮影のコーディネートとかもやっております。パリはもう35年ぐらいいます。すごい長いんですけど。きっかけはフランスでバイヤーさんを探しているっていうお話が来て、なんかふっと浮かびまして、私行きますって言ったのがきっかけです。で、勉強とかアシスタントはやったことがなくて、もう現場で、やってみるって言われたものをやりながら覚えてったっていう感じです。でも来てすぐは、バイヤーだったので、こっちがお客さんじゃないですか。こっちがお客さんだからあんまり喋れなくても、大体向こうが聞こうとしてくれる。そう、すごい割といい条件で仕事が始められたのかなっていう感じがします。それからだんだんこっちがいろいろお願いする仕事に変わっていきましたけど、撮影のコーディネーター始めて、ショーのコーディネーター始めて、もうみんなにお願いばかりしてますけども。それを聞いてもらうにはどうしたらいいのかとか、そういうだんだん自然に覚えていった気がしますね。好きな職業をやってるから、そこの苦労の中で苦労って仕事の一部プロセスとして必要なパートなんで、そんな苦労と思わないかもしれないですね。全然もう誰のアシスタントもやったことなくて、最初今有名になったスタイリストの方がパリに来られて、スタイリストのアシスタントを探してらしたんですけど、その時に私に誰かアシスタント知らないかって聞かれて、何か知らないんですけど、何をすればいいのって言ったら、アイロンをかけたりって聞いたの。じゃあ私手伝いに行こうかって、洋服着せたりみたいな。で、何回かそういう仕事をしてるうちに一緒にロケ場所、ここが可愛いねとか、このモデルさん素敵ねとか、やってたらだんだんそのスタイリストの方が、ひろみさんできるんじゃないって言われて、それでもうそのまんまコーディネート始めちゃったので、その時コーディネーターをされてた方は、パリコレのランウェイを撮る、フォトグラファーの方、男性のフォトグラファーの方が牽引されてたんで、それでちょっとは男性の目線とまた女性の目線と違うとこもあるし、だんだん仕事が来るようになっちゃいました。自分の趣味と仕事がつながっているから、本当に感謝しながら楽しく仕事してますもう始めてすぐの頃に日本で草分け的なスタイリストの方がいらっしゃって、芸能人さんのカレンダーの仕事だったんですけど、その方両方仲良しで、その芸能人の方とスタイリストの方仲良しで、みんなキャッ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 。私も楽しくて一緒に3人で夜クラブに遊びに行ったりとかいろんなとこ仕事が終わってアフターとかも一緒にすごい楽しんでたんですけど、その時にすごい楽しいと思ってキャッキャッキャッキャやってたら、そのスタイリストの方がまずその芸能人の人をお友達じゃないからちゃんと立ててやらなきゃいけないよっておっしゃってくれて、私それが唯一なんていうんですか、そう教えてもらったことで、それは今でもずっと自分は影武者でというか、できるだけ表に出ないでっていうのがすごいいい勉強になりました。すごいフランス大好きだし、東京も大好きだから、その架け橋になるような仕事をしたいなっていうのはずっと思っていたので、そのコーディネーターっていう仕事を通じて、最初はパリのすごいいいところを日本の方に紹介したいと思ってたけど、今すごい東京もとか日本素晴らしくかっこいい場所もいっぱいあります。そういう美味しい場所もありますし、そういうところを広く海外の方に知ってもらうお手伝いができるのはすごい嬉しいことだなと思います。結構私仕事を断ったことがないんですよ。来た仕事を全部なんとか受けるっていうのがマイルールです。どうしようもない時も、準備全部私がして、現場だけ違う方に入ってもらったりとか、下準備でちょっと手伝っていただいたりとか、なんとか都合をつけて仕事を断らないのがマイルールです。
でもこれでいいですかって言って、こういうアレンジでだったらできますって言われて、それ困りますって言われたら、逆にあちらからお断りされるじゃないですか。でも自分からは断りません。すごいことです。どれだけ下準備ってすごい時間かかる。そうですね。でも今の時代、もう世界中どこにいても下準備できるじゃないですか。テクノロジーが発展して。なので一層そういうことができるようになったのと、まあ大変なことに24時間オンラインでつながってますから、24時間寝れなくなっちゃったっていう、ちゃんと寝れないっていうのが、ね、大変なところです。自分で壁を作らないでそうやって飛び込んできたことが結局今につながってて、あと例えば友人からご飯行こうよって誘われてもできるだけ断らないようにして、なんで誘われたってこともすでにご縁で、こういう仕事しないって来たこともすでにご縁だから、そういうのも全部飛び込んで行って、なんかがそこで出会った人とかいろんなものがつながり合って今仕事させてもらってんだなって思います。なので飛び込んじゃうことですか。だって自分の可能性なんて自分にはわからないです。やってみないと。人に喜んでもらうのが好きですね。褒められるのが好きっていうのもあるかもしれないですけど、喜んでもらうとすごいこっちも嬉しくなるから、それが私がやってるチャリティーの活動とかにもつながってくると思うんだけど、なんか自分が今まで皆さんにしてもらったことはやっぱり自分ができる範囲でできることは何でも、逆にノーと言わずにやってあげて、できることは何でもご奉仕したいと思っております。あと怒らないですよね、ひろみさん。怒んないですかね。あんまり怒らないですね。なんか怒った時点でもうコミュニケーションが終わっちゃうじゃないですか。怒ったら負けねって感じです。そうですね。でも日本は時間に、日本は1時集合だったら皆さん12時半ぐらいからそろそろいらっしゃるので、日本との仕事はやっぱり30分以上前にはちょっと私が行かなければダメなので、行くように時間気をつけてますね。フランスはもうちょっと5分早く来る人で5分ぐらい前から多分先にコーヒーの用意みたいな感じですね。そうですね。コーヒー飲んでタバコ吸って始まるのが1時間後とかで、そういう時間をたっぷりとってスケジューリングをするように。スケジューリングの違いはありますね。あとフランスとか海外の仕事はいろんなモデルさんとか場所とかをブッキングするのがギリギリで怖いです。でもそれはそれで、遅かったから、いい方に転がることもあるし、早かったら使えない人が急に使えたりするので、それもご縁と思ってあまりストレスをためないようにしてます。そうですね。だから日本の場合、結構、すごいもちゃんときちんとラフのスケッチができていて、それに沿っていろんな準備もされていて、こういうものを集めてたりとか、意外ときっちりと先が見えるんですけど、フランスもそういう撮影もあるんですけども、割となんか来てその日の天気とか、あそこ光綺麗だからあそこで撮っちゃおうとか、なんかすごいその場の状況に合わせてすごい変わっていくこともあって、どっちがどうとは言えないんですけど、そのやり方も面白いなって思います。なんか柔軟性なんですかね。そうですね。なんかその時の瞬間の、ご縁というか、なんかそういうのを生かしてるようなとこもありますよね。だから前もって決め込みすぎちゃうと、すごい目の前で美しいことが起こっていても、そこは見ないで、こっちでも準備してこれ撮んなきゃってなっちゃうこともあるので、もったいない時もありますよね。それは結構勉強になりますね。終わりよければね、そうだからその光に合わせてやっぱりすごい光をフォトグラファーさん光をすごい大切にされるので、それに合わせて美しい場所を撮っていくっていうやり方もいいなと思います。
日本で電車に乗ったら、まあ最近乗ったら全員ちょっとモコモコしたこうジップの上げるなんかスポーツウェアにちょっとパタゴニアみたいのを3人ぐらい並んでた時があったんですね。そんな並び方をすることはパリであんまりないのかなって、すごい東京的な景色だなと思って見てたんですけど、割と皆さん流行に敏感で、こう流行のものをすぐ取り入れられるかなと思うんですけど、パリの人割ともう自分のこう女性にしてもあんまりスタイルを崩さないのかなって、何年も同じものを着てる人が多いし、そうね、一番可愛く見せる術を知っているというか、なんか着られていないっていうか着こなしている感じがすごいなと思います。そう、メンズよく着てます。はい。どのブランドとかって？まあいつもやっぱ仕事をしてるブランドがアンダーカバーっていうブランドなんですけど、もうそこが20年以上一緒にお仕事、パリコレ1回目から一緒に仕事をさせてもらってるんですけど、まあ結構アンダーカバー着てますね。今日もブルーと黒、今日は組み合わせって意外と珍しくないですか？そう、私はよくやるんですけど、紺が好きで、昔は結構全身黒とか着てたんですけど、なんか紺色が好きになってきました。あとやっぱり帽子好きですよね。いつもなんか被ってますもんね。服のジャケットと同じ数ぐらい帽子持ってきます。なんかすごい帽子だけですごい違う着こなしになるので、一種類でジャケット一種類でまあ1週間とか普通に帽子変えたり、下を今日みたいなボトムかスリムのジーンズにするかで全然変わっちゃうし、だから1ヶ月半ぐらい着る服をスーツケースで持ってくるので、まあその着回し効くように持ってきてます。アクセサリーはこの時計は赤いベルトの？赤いベルトの時計は、昔空港で衝動買いした、カルチェです。どのくらい結構つけます？アクセサリーはもらったものしかつけないんですけども、私の全部お守りみたいな感じで、母の形見とか、これニューヨークの友人からもらった言葉が入っているなんかタリスマン的な指輪と夫に買ってもらった婚約指輪です。あまり変えずにというか。はい、常に同じのつけてます。どのような方ですかね。まあぶれない方ですかね。もう英国大好きで、まあぶれないですよね。もう好きなものが全く、まあ彼も B 型なので好きなもの私はそう若い頃彼が男は英国女はフランスだなって言ったのが名言かなと思いまして何ですか、英国に惹かれるその男性が。何ですかね。まあやっぱりカルチャーあるんじゃないですかね。やっぱりそのパンクとかそういうロックとかそういう音楽的なカルチャーから来てると思うから、やっぱすごいビートルズ好きで育って、まあそれからなんかパンクとかの洗礼を受けで、私がパリ来る前にロンドンに住みに行ったんですよね。でロンドン住んで、まあ、夜一番クラブ全盛期で、まあ、夜クラブに出かけて、まあそういうところでいろんなまあカルチャーの洗礼を受けて、そこからもうイギリス一辺倒ですね。お互いにまあファッションの仕事はしてるんですけど、お互いに何をやってるかほとんど知らない状態で別居夫婦ですし、まあなんかたまにインスタとかで見て、あ、頑張ってるなみたいな、お互いに割と私生活では一切仕事の話とかあまりしない、まあ、たまに私の電話とか聞こえてくるのか、その電話もなんかこう耳で聞いて、なんかいろんなアドバイスを急にしてきたりすることはありますけどなのですごいわがままにさせてもらってると思うんですけど、壁を作らないでちょっと冒険しても、まあ、死にはしないのでまあ親がダメって言いそうなことも何でもやってみたらどうですかね。
と思います。うん、一度はね。そうですね。行ってみる、やってみる。なんか今の若い人と違うことって、私たちに携帯とかやっぱり Google もなかったし、まあ本当に携帯を持ったのがパリに来て3年ぐらいしてからなんですね。だからまあそういうもう携帯もその時は電話だけだったし、だからまあその中の世界でこう分かることと、やっぱり出て行って生身で感じることってすごい違うと思うので、家から出てほしい、海外にも出てほしいと思います。これからチャレンジ。まあ私はまあなんかコロナ中に味噌作ったり白菜つけたり金継ぎもやって、やっとちょっと日本の女になってきたんですけどなんかやっぱりこうお母さんとかおばあちゃんがやってたことが一通りできる女性になりたいですまあ今日はお忙しい中、こちらインタビュー答えていただいてどうもありがとうございます。こちらこそどうもありがとうございます。